中部地方を横断する矢作川。豊かな水量と急峻な地形が中部産業の田園地帯として現在も大小さまざまなダムが運用されています。この矢作川は古くから木材の輸送路として利用されていたのを皆さんはご存知ですか？下流の貯木場は有名ですが、上流区間の輸送方法は近年まで謎とされてきました。今回水力調査員が大井ダム100周年事業の一環として矢作川の木材輸送と発電所の歴史を交えて紹介してみたいと思います。矢作川は延長 118km の一級河川で、その源は平谷峠から流れ出し、長野県、岐阜県、愛知県を南流し、三河湾に流れ込む中部地方を代表する河川の一つです。矢作川は古くから農業、漁業、林業の産業の基盤として利用されてきました。特に矢作川は街道に面していることから産業地区が多く、輸送面の関係から製材所などの発達も古くから進んでいました。矢作川上流区間は道も険しいため、輸送路の確保が難しく、木材の運搬は川狩りによるいかだ輸送が一般的でした。ところが明治中期から電力が導入されると、徐々に矢作川に開発の矛先が向けられるようになりました。明治20年、古川工業で的尾発電所が実用的な水力発電所として稼働を開始しました。従来の石炭による火力発電所と異なり、動力源は水力のため、燃料費の低廉な発電所として高評価を受けました。さらに、電気事業界に蹴上げ発電所が誕生したことにより、水力発電所が全国に広がり、産業界で導入する動きが促進されました。ところが、初期の発電所は需要地に近いところに建設する必要があり、初期の直流式発電所では、送電ロスが問題で、大水量の山間部に電源を求めることは不可能でした。明治32年、沼上発電所が 11kV による特別高圧送電を開始して、この電力は遠く離れた郡山の町で消費されました。変圧器の登場により、遠方からの電力輸送が可能になると、多くの事業者が電源開発のため、山間部に電源の矛先を向けました。こうした動きの中、矢作川は中部産業の中心地に近く、街道に面していることから有料な開発地点として水利権の提出が殺到しました。ところが矢作川の開発は貯水式のダム建設技術がまだ未熟なため、上流区域が有料地点とされました。電力王と呼ばれた福沢桃介の中部地方の開発メンバー、電気科学の父と呼ばれた野口従の関西地方の開発メンバーの共眼となりました。そこで当時の岐阜県知事の島田知事は、3年前に願書を受けたため、桃介の推理権を優先とする。この判決により福沢桃介に推理権が与えられましたが、その後島田知事は矢作水力の監査役を務めるなど、関西メンバーとしては不正があったのではないかとささやかれたとも言われています。こうした推理権をめぐる騒動もあり、矢作川は水力発電所として脚光を浴びていきます。しかしその背景で開発をめぐる大きな問題が影になっていきました。矢作川が電力利用として有料と分かると問題になってくるのが、従来使用していた航路をどう対応していくかでした。この問題に最初に対応した発電所が現在も一定の季節になると顔を出します。櫛原発電所です。櫛原発電所は第一次世界大戦の軍事景気による電力不足を打開するために名古屋電灯によって建設されました。しかし世界大戦による輸入の途絶、さらに物価高騰により建設は難航しました。
こうして最初に建設されたのが、異例の途中造りの水路に無理やり発電所を併設させた櫛原仮発電所でした。設備の納期が間に合わないため、水車、発電機は長良川発電所の予備機を外して設置されたものでした。その後本工事として建設されたのが櫛原発電所でしたが、どのように矢作川本流にダムを建設して、そしてどのように建設問題を解決できたのでしょうか。いかだや木材は流れのあるところで輸送することはできます。しかし、小規模な滝やダムなどがあるといかだがほどけるなど通行することはできません。矢作川の中流に明治用水の堰堤が残されています。矢作川を農業用水として取水するために建設されましたが、いかだなどの航路を阻害するものとしてその保証が考えられました。当初は中央部にいかだ用の傾斜が設けられましたが、船が通れないなどの問題があり、明治39年に左岸に船通しが建設されました。こうした設備による保証により、矢作川の木材は運営を続けてきました。福沢桃介。この名前を聞くと、木曽川の電源開発の際に林業者への保証として森林鉄道を敷設した有名な話が出てきますね。しかし、木曽川は中央線が並走していたこともあり、これに森林鉄道を接続することで対応できましたが、矢作川は鉄道などの輸送路がありません。そこで導入されたのが落線路でした。桃介が最初に電気事業界に参入した時、長篠発電所の建設で同じように木材の運搬が困難になるとして、発電所の建設が問題になったことがありました。そこで考えられたのが、木材の運搬を電力会社が肩代わりして、再度下流まで運搬するというものでした。桃介は櫛原発電所の水路に木材を流し、発電所の浄水槽に貯木をして、ここから滑り台で河川へ放出することで、安全に運搬することができるとしました。こうしたことから、林業関係者との保証問題が一応は解決をして、矢作川本流にダムを建設することができました。この方法は後に全国的に広がり、発電所の水路に落線路が併設されていきましたが、徐々に陸輸送に切り替わると、落線路は役目を終え、その後撤去されていくことになりました。櫛原発電所をはじめ、上流区域は矢作水力によって大正10年頃から開発が盛んになっていきます。特に矢作川支流、上村川に向けて開発が進められていきました。平屋峠から矢作川合流点までは林業として航路の利用があり、矢作水力としても林業保障へ対応する必要がありました。こうした林業の保障設備は現在どうなっているのでしょうか。それではそれぞれの発電所を見ていきましょう。矢作水力が最初に建設したのは大正9年に竣工した下村発電所です。現在もその功績を残して福沢桃介の銅像、竣工記念碑が残されています。この記念碑の奥に運動場があります。ここは当時矢作川の逆調整地と貯木場として利用されていました。上流から流れてきた木材はここで貯木され、ここから水路で運搬されていました。下村発電所の水路の途中に使われていない余水路が残されています。この余水路は流木を河川に流すために設置されたものでした。現在も道路の下を通る通路がそのまま残されています。下流の櫛原発電所のように浄水槽の敷地を広く確保できなかったため、水路の途中で木材を放出する方法が採用されました。下村発電所の上流には矢作川最大の建設となった上村発電所が大正14年に運転を開始しました。上村発電所の水路は
下流の発電所に比較すると長距離トンネルが採用されるなど矢作水力が最も難工事とした発電所でした。特に平谷峠付近から伐木された木材は急峻な上村川を流下させて運搬されていました。そこで上村発電所の取水ダムを貯木場としてここに木材を集め、これを水路に流し込んで浄水槽で引き上げていました。ところが上村発電所は急勾配のため従来のように傾斜で河川に放水することができません。そこで建設時に使用した傾斜鉄道を改造してインクラインで木材を下流へ下ろす方法が採用されました。当時の設備跡は現在もそのまま山中に残されています。上村発電所の竣工後は発電所横に設置された土場から県道を使用して陸輸送によって木材は運搬され、従来の川狩りによる矢作川の航路は急速に姿を消していきました。櫛原発電所から下流区域は備産電力の開発によって進められていきました。ではないけど、同じ技術者だよね、やっぱ作ったのな。こんなマニアックなことや。大正12年、矢作川本流を利用する時瀬発電所が竣工しました。時瀬発電所では上流の櫛原発電所からの木材を同様に水路に流し込み、陳謝層から矢作川へ放出していました。現在も半分沈んでいますが、当時の落線路が残されています。矢作川のいかだ問題が終了したのは昭和10年に竣工した笹戸発電所が大きな要因でした。従来矢作川を流れてきた木材は小戸町の近辺でいかだとしてまとめられ、矢作川を南流していきました。ところが笹戸発電所が竣工したことで矢作川の水は発電所に流れ込み、ダムから発電所の区間は水量減少を起こしたことによりいかだの運搬が困難になってしまいました。さらに下流の胴付発電所、安釣発電所にはいかだを流すため立派な落線路が建設されてきましたが、昭和4年に竣工した越戸発電所では落線路の建設はされず、完全に陸輸送に切り替えられていました。そのためダム湖上流に荷揚げ所が建設され、越戸ダムから下流はいかだの運搬が陸輸送に切り替えられました。こうしたことから昭和10年をもって矢作川のいかだ下りは航路としての利用から電力としての利用が本格化し、幕を閉じました。現在も越戸ダム下流にいかだを一時的に集める道道貯木場など、矢作川が木材輸送の要であった象徴として現在も文化財として残されています。矢作川を利用した木材輸送は姿を消していきましたが、現在は設備があったことすら忘れ去られている状態です。今回大井ダム100周年を記念して木曽川のダム建設の木材輸送問題に着目するのではなく、あまり知られていない矢作川の問題を水力調査員として視点を変えて紹介してみました。今後も矢作川のいかだの歴史が広く知られていくといいですね。ご視聴ありがとうございました。次回作を急いで制作しております。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。